どうも、おはこんばんちは、絵空です。さて、今回は初めてのエフェクト作成ということで、バトル漫画によくあるエフェクトを作成していきます。すでにご覧になってもらっている通り、今回はこんな感じのオーラエフェクトを私がまといます。これで私もバトル世界に参戦できるというわけですね。エフェクトの色や質感等も簡単に調整できますので、今回のものを覚えると、結構な幅のエフェクト表現ができるようになると思います。それとキャラクターの方には、髪の毛とスカートに物理演算処理がされていますので、オーラに合わせてそれらが揺れる設定まで紹介させていただこうと思います。ちなみにキャラクターの方はすでに作成図にモデルを使用していますので、モデリングの方には基本的には触れていきません。キャラモデリングの構成等が気になるよという方がいらっしゃれば、タイムラプス中心ではありますが、制作動画もアップしています。概要欄にリンクを貼ってますので、もしよろしければ、それでは行きましょう。まずはキャラクターにオーラがよく似合う基本動作を設定したものを用意します。よくある感じの動作ですが、一応ドラゴンボールを意識しています。この時点ではキャラが動作した瞬間に髪の毛とスカートが少し揺れているだけですが、オーラエフェクト作成後に雰囲気に合わせながら揺れを設定していきます。まずは UVQ を追加します。そこにモディファイアータブから編集、光線編集、変形、ディスプレイス、生成、サブディビジョンサーフェスを追加します。モディファイアーを複数追加する場合は、かける順番も大事になってきます。後でサブディビジョンサーフェスを一番上に移動しますが、今回は分かりやすく最初は違う順番で追加します。次に光線編集とディスプレイスをコントロールするためのエンプテを追加します。フォルダを作ってオーラエフェクト関係のものを一つにしておけば、管理もしやすくなります。ここではそれぞれにコン、ノーマル、コン、ディスプレイスと名前を付けて分かりやすくしておきます。ちなみにエンプティとは位置、回転、スケールの情報のみを持つ座標点です。なので形やサイズは好みで良いのですが、とても便利なので最初のうちから馴染んでおきましょう。ちなみに他の CG ソフトでは塗るって呼ばれてることも多いです。厳密な意味では違うものかもしれませんが、おおむね同じと思って大丈夫です。なんとなくこのオブジェクトをキャラクターに合わせたら隠しモディファイアーを設定していきます。まずはディスプレイスのテクスチャを新規作成します。そしたらテクスチャタブに移動してタイプからクラウドを選択します。すると形が反映され、モディファイアーの数値等をいじると具合の調整ができます。ただここではモディファイアーの順番により形状の反映が弱いので、サブディビジョンサーフェスを一番上に移動させます。こんな感じに簡単に移動できますし、具合も変わってくるので気軽に調整しましょう。今のでモディファイアーの順番で結果が変わってくるということが理解できたと思います。ディスプレイスの座標はオブジェクトに変更して、そのオブジェクトは先ほど作成したコン、ディスプレイスを指定します。方向はカスタム方線にします。これでコン、ディスプレイスを動かすとぐにゃぐにゃ動くようになります。次に放線編集モディファイアーの設定をしていきます。これについてはモディファイアー追加時点からすでに自動スムーズを有効にしてくださいという注意が出ていますので有効にしてあげましょう。オブジェクトの右クリックから自動スムーズを使用というのでもできますし、データタブのノーマルの中にある自動スムーズのチェックボックスを有効にしても OK です。自動スムーズを有効にするとモディファイアーが反映されて形状が変化します。ターゲットにコン、ノーマルを指定したら試しにそのエンティティを動かしてみましょう。ターゲットに向かって形状が変化していることがわかります。ミックスモードの種類や係数で具合が変わりますが、今回はモードを加算にします。次に UVQ を選択し、タブキーから編集モードに入ります。オーラのサイズ感や形状を整えます。整えるといってもこの UVQ はモディファイアーで形状が変化しているだけで、実質はただの球体なのでとても簡単です。頂点を上の方に少し引っ張って全体をスケールして、卵型というか雫型というか、とりあえずこんな感じにすれば OK です。モディファイアーの数値もそうですが、ここの形状も後からでも調整できるので気軽に行きます。これで下準備は完了です。それぞれのエンプティを移動したりスケールしたり、隠しパラメーターをいじると形状がコントロールできると思いますが、最初はコン、ディスプレイスのスケールとディスプレイスモディファイアーの強さの数値あたりでのコントロールがやりやすいかと思います。
次はいよいよシェーディングタブからノードを作成していきます。まずは今回作るノードの完成形がこれです。少し複雑に見えるかもしれませんが、ざっくり構成の説明をしてから手順に移りたいと思います。まずここのシェーダーミックスと透過 BSDF、放射ノードでオーラの色と透明の制御を分けます。この部分で透明部分の領域を制御しています。そしてここでオーラに色をつけています。ここのカラーランプが2つあるのは、オーラの基本色とスパーク用です。スパークが不要であれば、基本色のみで OK で、他の部分は不要になってきます。なのでこんな感じで完成になります。ノードもかなりシンプルですね。これで作成したオーラはこんな感じです。これでも十分ですが、これにスパークという味付けをしようと思うと、ノードの量は2倍くらいになります。ノードってこんなものです。こだわりがノードをどんどん複雑にしていくので沼です。ということで最後のこの部分は、スパークの具合を制御している部分です。最初にマテリアルを新規作成します。ここでは、オーラという名前のマテリアルにします。プリンシブル BSDF というものが出てきますが、これを削除して、Shift A で入力の中から、レイヤーウェイト、フレネルを、シェーダーの中から、透過 BSDF、放射、シェーダーミックスを追加します。それぞれのノードがどんな役割をしているかを厳密に理解するのは大変なので、気になるノードは直接、マテリアル出力につなげてどんなものかを視覚的に理解する。最初はこの程度で大丈夫だと思います。私もこの程度の理解度で、一通りノードを組んだ後に、いろいろ数値を触ったり、つなぎ方を変えてみたりして、少しずつ理解を深めてます。ちなみに、ノードランブラーというアドオンをおすすめしている人が多いようです。私も良さそうだったので使っています。ブレンダーに最初から入っているアドオンなので、有効にしておくと良いです。コントロールシフト左クリックでその時点のノードを直接出力してくれるビューアー機能。コントロール T でテクスチャ座標とマッピングを出してくれるテクスチャセットアップ。これはテクスチャ系のノードがなければ画像テクスチャも一緒に出てきます。コントロール右ドラッグでリンクを切断できるカット機能。他にもたくさん機能はありますが、まずはこの3つを使うだけでも便利です。そうこう言ってるうちに少しずつノードが構築されていきます。実は当初の予定ではノードや各項目について一つずつ説明しながらやろうと思っていたのですが、それをやるとものすごい量の内容になりそうなのと、現在の私の理解度では詳細に説明するのが難しかったので、要所に解説を入れる方針でやろうと思います。カラーランプの設定が一旦できました。ここの色味や色数で基本のオーラの色が決まってきます。保管の項目を B スプラインにすると滑らかに、一定にするとパキッとします。今は一定にしてこんな感じの色味になってますが、いつでも変更できますし、結論から言うとここも後で変更しています。他の項目もそうですが、一旦仮イメージで設定して先にノードを構築した方がやりやすいと思います。完成形を見ながら直接調整した方が分かりやすいですからね。なので、どのノードのどのパラメーターがどんな影響を与えるか、これを理解しながら組むのが大事だと思います。言うのは簡単なんですけどね。最初に説明した通り、この辺りは透明の具合を制御しているのですが、本当はカラーランプ一つだけでもそれらしくなります。少しだけこだわって制御してるという感じです。ということで、ここのカラーランプの位置調整等で透明具合というか割合が調整できます。ここまでで結構透明の設定にしているはずなんですが、白い部分が多くてイメージと少し違いますね。原因はビューポート表示の裏面を非表示のチェックを入れ忘れていました。こういうちょっとしたミスにどれだけ早く気づけるのか、熟練度の差が出てしまいますよね。実は気づくのに結構時間がかかってしまっていました。早くブレンダーマスターになりたいですね。頑張ります。とりあえずこれでだいぶ形になってきたので、色味を調整して形状を整えます。最初に形状を作成した際に少し触れましたが、サブディビジョンサーフェスモディファイヤーのビューポートレベルの調整、コン、ディスプレイス、エンプティのスケールとディスプレイスモディファイヤーの強さの数値調整、元オブジェクトの形を少し補足したりといった編集モードでの簡単な作業、このあたりで好みのオーラの形にします。ここも後からでも調整できるので気軽に決めましょう。そして発光の具合を調整します。放射の強さの数値を上げるほど強く光り輝きます。
ただ、この時点では思ったように光らない方もいると思います。というのもブレンダーではマテリアルの設定の他に、環境設定と見た目に影響を与える設定が数多く存在します。今回のような発光物や金属のような光の反射が強く関係するものだったりは、マテリアル以外の設定も重要になってきます。今回はそのあたりは最低限のみ設定します。レンダータブからレンダーエンジンを ED に設定し、すぐ下にあるブルームというのにチェックを入れます。これだけでとりあえずは OK です。初期設定からしたら私の設定は少しだけ違うと思いますが、今回のオーラには大した影響は出ないと思うので割愛します。ここまで来たら最初に説明した通り、基本色のみのオーラが構成できました。ここからはよりイメージをつかみやすくするために、オーラが動く設定を作ります。オーラの動きは主に、光線編集とディスプレイスモディファイアーで制御しているので、それらを制御しているエンティティにアニメーションをつければ良いわけです。今回のような一定方向に流れ続ける動きをつける場合は、ディスプレイスモディファイアーを制御してあげれば OK です。アニメーション自体はすごく単純で、コン、ディスプレイスの0フレームに1のキーフレームを打ちます。次に20フレーム目のデッド方向 2000mm 移動した位置にキーフレームを打ちます。このフレーム数と移動量に応じてオーラの速度が決定します。なのでフレーム数や移動量はお好みで OK ですが、ここもいつでも変更できるので気軽に行きましょう。例えばこうやって20のとこのキーフレームを左ドラッグで移動させるだけで速度が調整できます。ただこれだとそのフレーム以降で停止してしまうので動き続ける設定をします。結論から言うとループ設定をかけるのですが、初期の状態だと速度が一定ではなく、動き出しが少しずつ加速し、停止の時は少しずつブレーキがかかるような動きをします。一番自然な動きではあるのですが、これでループをかけるとつなぎ目がおかしくなってしまいます。なので右クリックの保管モードからリニアに設定します。するとキーフレームが緑の直線でつながるので、これで一定速度になりました。ここからシフト E で傾きを保持して外装を選択します。これで、コン、ディスプレイスが Z 方向に動き続けるアニメーションができました。それはつまりオーラが動くようになったということです。ここで完成と言っても良さそうですが、スパーク的なものもつけていきます。スパークじゃなくてもいいのですが、こういった基本的なものに一味付け足していくことがより勉強になってくると感じています。まずはスパークを表現するカラーランプを追加して青系の色にしておきます。スパークは基本のオーラと違って所々に見えてほしいので、それを表現するために波テクスチャーを使います。ここでノードラングラーが入っていれば、コントロール T でテクスチャ座標とマッピングが一瞬で追加できます。生成からつながっているので、オブジェクトからつなぎ直しはしますが、あとはマッピングの角度で波の向きを変えて、波テクスチャの各項目を調整して、スパークが見えるところを調整します。ここの ISO オフセットの数値を触ると波が動いて見えるので、この数値は時間経過とともに変動してくれると、より自然になります。値を、シャープフレームと打つと現在のフレーム数の値が読み込まれます。この機能をドライバーと呼び、いろいろな数式を入れることができます。そしてドライバーが設定されると項目が紫色になります。これで動かしてみて、思っている方向と逆で速度も速いと思えば、マイナスフレーム ×0.5 というように再入力すれば OK です。掛け算はアスタリスク、割り算はスラッシュと若干のルールがありますが、ノード以外でも様々な場面で使えて、非常に便利な機能なので慣れておくと良いでしょう。次にカラーランプを追加して、グラデーション具合を調整します。透明具合を制御するときもカラーランプを使っていましたが、こういう時のカラーランプは白や黒の色が出したいわけではなく、0から1の数値を出力するために使用しています。黒が0で白が1になり、0.5 とか間の数値はグレーになります。ここの明度を読み込んでいると考えると分かりやすいかなと思います。この数値を各ノードの値や係数に接続することによって表現のコントロールをしているというわけです。大体の設定ができたらカラーミックスを追加してそれぞれをつないで色を合成します。次にスパークを点滅させる制御を追加します。コンバーターから数式を追加して加算のところをピンポンに変更します。このノードは0からスケール値の間で変異する値を出力というものです。例えば値が5でスケール値が10なら5がそのまま出力されて
値が15で、スケールが10だと、スケール範囲に収まるよう、15-10の処理がされて、5が出力されます。さらに同じように、数式を追加して今度は、スナップに変更します。このノードは、入力子を増分の値の整数倍に切り捨てるというもので、例えば増分を5にすれば、ぴったり5の倍数しか出力しなくなります。この2つのノードをつなげて、ピンポンの値を、シャープフレームとドライバーを設定すれば、パッパッパッと切り替わる係数が出力できるようになります。ピンポンの値で点滅速度を調整もできます。これを先ほど作成したナミテクスチャからのカラーランプと乗算で合成すれば完成です。ここまででオーラ自体は完成しており、あとはお好みで各項目を調整するのですが、今回はせっかく私がポーズをとっているので、それに合わせてオーラを発生させます。最初はオーラが消えていてほしいので、シェーダーミスのところで 100% 透過 BSDF が出力されればいいので、係数のところに乗算ノードを追加します。好きなタイミングで表示させたいので、コントロール用にエンプティを追加します。このエンプティの X が表を読み込むようにドライバーを追加します。右クリックからドライバーを追加を選択します。式のところに足す 1.0 と入っているので削除します。ちなみに VAR というのはドライバーの名前みたいなものなので、そのままで大丈夫です。オブジェクトターゲットに先ほどのエンプティを指定したら準備 OK です。こんな感じにエンプティの X 変異に応じてオーラがコントロールできるようになりました。あとはオーラの動きをつけた時と同様に、このエンプティにお好みのアニメーションをつけます。もう少し迫力が欲しいですね。オーラが出現する瞬間は強く発光するようにしましょう。先ほどと同じ要領で放射の強さをコントロールします。エンプティを新たに追加して、放射の強さにドライバーを追加します。オーラの出現に合わせて瞬間的に X 方向へ大きく移動させて、その後いい感じのところまで戻してきます。こんなところでしょうか。最後にオーラに合わせて髪の毛とスカートを揺らします。シフト A からフォースフィールドの風を追加します。追加した時点でいい感じの方向と位置に入りましたね。場所が悪い場合は移動や回転で位置を合わせておきましょう。物理演算タブに行くと色々項目がありますが、まずは強さのみコントロールしていきます。風の発生開始させたいとこにフレームを合わせてから、強さのところで I キーを押してキーフレームを追加します。アニメーションタブに移動したら、ウィンドウのところにキーフレームが追加されています。片方のウィンドウを 3D ビューポートからグラフエディターに変更します。ウィンドウの強さが選択されていることを確認します。モディファイアータブに移動して、モディファイアーを追加から組み込み関数を追加します。振幅等で風の強さを調整できますので、一旦250にしてみます。フレーム範囲を制限にチェックを入れて、風の開始と終了フレームを指定します。オーラが発生するのに合わせるので、開始を90で終了を200にします。ブレンドインの数値を調整して、風の吹き始めの滑らかさを調整します。グラフの具合見ながら間隔合わせで十分です。ここらで一度、全物理演算をベイクします。ベイク完了後に見てみると、髪の毛に対してスカートがほとんど揺れていません。スカートの物理演算タブのフィールドの重みから風の数値を上げます。全然揺れてなかったので思い切って大きめに上げます。風のオフセットを調整して常に上昇気流になるようグラフが0より上に来るようにしたり、ノイズの量を変更して揺れ方がランダム気味にならないか調整したり、良い感じになるまで各項目を調整してベイクしてを繰り返します。今回の揺れ方に関する調整はこんな感じに落ち着きました。
オーラとは直接関係のない設定でしたが、少し揺れを追加するだけで結構違ってきますからね。ということでオーラエフェクト完成です。改めて、今回作成したオーラを見ながら、バージョン違いのオーラも解説してきた項目を少しいじって作成しています。多少の応用が入ってるものもありますが、基本的にやってることは同じです。今回以外の方法でもエフェクトの作り方はいろいろあります。少しずつパターンを増やしていって表現の幅を広げていけたらと思います。テイストの違うオーラやエネルギー波のようなものなど、こういったエフェクト系は随時アップしていきたいと思っています。今回の動画はいかがだったでしょうか。少しでもお役に立つことができていれば光栄です。コメントや高評価していただけると今後の励みになってとても嬉しいです。チャンネル登録なんてしてもらえたらさらに喜びます。ここまでご視聴ありがとうございました。では次回の動画でまた会いましょう。